個はテーブルを丸くしたかったので、ここは丸で探しましたね、家具は。普通の四角いタイプ使ってたんですけど、丸の方がやっぱりまとまりやすいかなっていうのがあったんで、丸テーブルを基準にそこから照明の配置とか椅子を選んだ感じですね。テーブルはカール・ハンセンのもので、椅子はこの素材が少しまだる感じで選んで、この辺はセブンチェアですね。うちはワイチェア、これはいただき物なんですけど、これが CH88 の椅子ですね。全部一緒だとちょっとつまんないかなと思ったんで、バラバラにはしたくて黒みたいなのは一応統一で入れてて、あとそうですね、木の素材をちょっと混ぜたりみたいな感じで、こう全体的にまとまる感じを目指して選んだ。上にかかってる照明っていうのはどういったものなんですかね。これルイス・ポールセンの PH2 分の1の3灯タイプのものをつけてます。本当一生ものかなと思って、これは一目惚れで決めました。こちらにメインのダイニングテーブル、M21-2、ドイツのテクタ社のテーブルですね。と、椅子は今3脚、CH24 のワイチェアと言われるものと、こちらもカール・ハンセンの椅子になってます。この階段の下にどういった家具を配置するかって考えたときに、ダイニングだなと思っていたので、ここにテーブルを配置することは決めてたんですけども、やっぱり階段があるので、結構スペースが限られているので、普通の長方形とかのテーブルだと、座る場所っていうのがどうしても決まってしまうので、いろんな角度から座れるっていう点で、このテーブルに決めました。うちの中で一鉢だけ唯一置いている、大きな大鉢と呼ばれる植物なんですけど、品種は一般的なモンステラの値上がりタイプ。よく見るのはちっちゃいサイズが多いんですけど、このモンステラは本当にすごい成長して、この幹がこう上にこう隆起して上がってきているような仕立てというか、それぐらい成長しているモンステラになってます。ちっちゃいモンステラもこう育てていけばこうなるんですか？それともそれと違うんですか？ちょっと違うんですけど、モンステラもちょっと奥が深くて、何種類かこう枝分かれしてるので、またちょっとちっちゃいモンステラと違うモンステラにはなるんですけど、品種がそもそも違うみたいな。そうです。はい。この植物を決めるときに、テーブルをちょっとこう覆いかぶすような、ちょっとパラソルになるようなちょっと植物を探していたので、そういった意味で本当にこの木のような幹がこう上がっていて、上にこう傘を広げるようなこうモンステラっていうのが空間にも合ってるのかなと思ってます。ここが私の家ではダイニングスペースとして使用してるんですけど、食事も、デスクワークとかもここで全て行っています。このテーブルがこのお家に引っ越してきてから追加した商品なんですけど、そんなに広いスペースじゃないので、ちょっとコンパクトめなテーブルを探していて、このアイテムも、先ほどから言ってるちょっとグッド 80% というブランドの商品なんですけど、本当にカフェテーブルみたいな、カフェとかに置いてあるようなサイズ感なんですけど、実際に使ってみると食事もデスクワークとかも十分賄えるサイズ感で、そんなに広くないお家のこういうスペースだとちょうどいいサイズ感だったかなと思ってます。色もこのグレーとこういうオーク色の2色あるんですけれども、アッシュか明るい色と2色あったんですけど、この家はあんまり木の家具が置いてなくて、グレーな色も結構他にあんまりなかったりするので気に入ってます。アクタスの家具でもちょっと大きめの、ファミリー向けと言われるサイズ感のダイニングとかが多くって、なかなか自分で買うにはサイズがちょっと大きいなとかいろいろあったんですけど、なんかそのあたりも解消できるような、ブランド、グッド 80% というブランドなので、なんかすごく
等身大に響くサイズ感になってるかなと思います。同じサイズをこう横にもう1台並べることができまして、つけると60センチ ×120 センチっていうコンパクトな4人掛けのダイニングテーブルになるので、お家がちょっと広くなったりとかしたらもう1台追加してもいいかなって考えてます。ダイニングはもともとアパートで暮らしていた時から使っていたものをそのまま持ってきた感じになります。このテーブルはもう廃盤になってしまっているんですけど、リンクダイニングテーブルでアクタスで販売していたダイニングテーブルになります。椅子ももともとアクタスで販売していて、もう販売終了になってしまったモデルなんですけど、イルマダイニングチェアというものと、シカデザインのロッシーニチェアというものになります。でキッチンご案内します。働きながらも主婦なので、やっぱり一番家でここに立ってる時間が長いので、ちょっとでもテンションの上がるキッチンを目指して、もともとなかったですけど、飾り棚とかも作ってもらって、自分が好きな雑貨とかを飾っています。アクタスで取り扱っているオークというアパレルブランドで、ヒジカというシリーズがあるんですけども、こちらも一個一個釉薬のかかり方が、違くて面白くて、これは本当に日常使いでよくおかずとか、料理を向けて使ってます。アパートで暮らしている時は飾る場所がなかったので、しばらく実家の自分の部屋にずっと置きっぱなしにしていて、この家に越してきて結構飾るスペースが増えたので、今やっと歴代の子たちが勢ぞろいしている感じです。あんまり流行りとかっていうのは取り入れてないかもしれないです。本当に自分が好きなものを選んでますね。ダイニングは結構いる時間は長いんですけど、食事が一番当然長いですね。夜はちょっとこのリクリントの照明、これ調光式でこう光を弱くすることができて、あえてここの光を弱くして、であっちにある照明なんですけど、これもポータブルっていうんですかね、充電式なので持ち運びができて、これをこう真ん中に置いて、ここで本を読んだりとか日記を書いたりとか、それをこう毎日の夜のこう寝かしつけが終わった後のこうゆっくりできる時間みたいな形で毎日そんな時間を取るようにしてます。これもあれですよね、その最初から何かこれはとかって決まったわけではなくて、相談していく中で変わっていったりもしたんですか？スープのシリーズとかは結構初めに決まったんですけど、そこからこうどういう素材のものにするかとか、これウォールナットの素材にしたりとか、あとあえてそのウォールナットと別の素材で椅子を選んだりとか。別の素材なんですか？はい。椅子はオーク材。ウォールナットっていう組み合わせになってますね。椅子の形とかも何種類かあって、でこういうスタンダードな形と肘掛けをこう使えるような椅子とかも2種類をこう混ぜて使うような形で買いましたね。ダイニングはこちらがアルテックのダイニングテーブルなんですけど、2人暮らしなのでそんなにこう大きいダイニングが置けるわけでもなく、ただ友人がこう遊びに来たりっていうことはあるので、伸縮ができるものにしました。天板を上げて、でバーを引き出すと、これで広げることができるので、広げると4人ぐらいは座れるかなっていうので、色はいくつかあったんですけど、ちょっとこのあったかみのあるカラーがすごく可愛いなと思って、いろいろ探した結果ここにたどり着きました。チェアはこれが Y チェアで、Y チェアはこうずっと欲しいなって思ってたこうチェアだったので、まずは1脚こう使ってるんですけど、2、3年ぐらい使ってて、
でカラーがイルスカラーって言って当時は限定で出たカラーだったんですけど、ちょっとグレージュっぽいというかスレートっていうカラーなんですけど、グレーでも寒色じゃないちょっとあったかみのあるグレーみたいなのがすごい絶妙なニュアンスのカラーがすごく好きだったので、Yチェアといえばオークのオイル一択だったんですけど、この色が出た時にもうこれにすると思ってカラーにあえてこれを選ぶことになりました。こちらがダイニングの空間ですかね。はい、そうです。ここは逆にテーブルはもうこれが欲しいと決まってて作り上げられた感じなんですかね。そうですね。なんか丸いテーブルが欲しいってなんとなくそう思い始めまして、その時にサイズがね、丸でもいろいろあるじゃないですか。はい、もう一回り本当は大きいのが欲しかったんです。この空間だとちょっと厳しいのでってなった時にちょうどこのサイズがうちには合うなって思ったのと、あと白っていうのが決め手でこれにしました。せっかくこっちの話が出てる最初に買った椅子っていうのはどれなんですか？フリッツ・ハンセンのこれが最初の椅子なんですね。そうです。北欧家具デビューの椅子です。アクタスさんで最初に見たのは Y チェアだったんですけれども、結局購入したのは Y チェアじゃなくてこっちになりました。なるほど。コマがついてるのにジムの椅子っていう感じではなくてモダンでダイニングでも合いそうだなと思ったのと、この肘掛けがついてるところがちょっと豪華に見えて気に入ってます。なるほど。ここはもともと照明とかこういう感じで吊り下げがついてたんですか？リフォームの時にあそこ吊り下げれるようにしていただいて、なんか隅には吊り下げたいなと思っていたのでリフォームを気にしました。手前側がダイニングスペースですかね。はい、こちらがダイニングスペースです。で、このテーブルはちょっと廃盤にはなってしまったんですけど、スローハウスのオーリコというテーブルです。前のマンションに住んでた時に購入したもので、そのまま持ってきたんですけど、最初はちょっとこの家の雰囲気に合わないんじゃないかなというのがありまして、買い替えを考えたこともあったんですけど、愛着もありますし、ちょっと廃棄するのももったいないし、もらい手もなということで一旦持ってきてみたんですけど、合わせるペンダントを変えることでちょっと雰囲気変わるんじゃないかなということで、このちょっとスマートなシュッとした形のこのセミのペンダントをつってみたところ空間にもあったので、ちょっとなんかやっぱり合わないなと思ってみても、組み合わせるアイテムを変えるとしっくりくることもあるのかなと思って、ちゃんと使えてよかったなと思ってます。これが造作のキッチンで、キッチンを、大きい家具というふうに捉えて、家具をデザインするような気持ちで、これは私がデザインしたものなんですけども、こういった凹凸を入れたりすることで単調な感じじゃなくしたりとか、デザインは割とこんなデザインがいいなと思っていたんですけど、本当はこの木目をもうちょっと濃くしたかったなっていう気持ちもあったんですが、やっぱり床がどうしても木材がいいなと思っていたので、本当はこのフローリングとこの木が喧嘩しちゃうんじゃないかなってちょっと気になってはいたんですけど、入れてみると割としっくり馴染んでるかなというふうに思ってます。家電をちょっとあんまり見えなくしたいなっていうのはあったので、まず冷蔵庫を隠したいっていうのがありまして、冷蔵庫はここで隠します。先ほどあれですよね、玄関のところからアプローチできるってことですね。そうですね、玄関のところから。なので買い物してきて食品とかをこのままここで冷蔵庫に入れられるので意外と便利です。これは前の家から使ってたものなんですけど、ホームパーティーが好きなので、人が来た時にこう広げられる伸長式のテーブルになってます。すると確かに結構 7,8 人ぐらい、丸いので結構な人数座れます。これがイギリスのアンティークで G プランっていうメーカーのものなんですけど、
このテーブルとこの椅子が G プランのものですね。はい。あとはこの家に来てから買ったんですけど、これはチェスカチェアですね。これも人が来る時用に椅子を増やしたくて買いました。このダイニングの上に使ってるのはイサム・ノグチの明かりシリーズのものです。これ一回失敗していて、1個ちっちゃいサイズのものを買っちゃったんですけど、この空間に持ってきたらすっごくちっちゃく見えて、それで大きいものを買い直しました。コードだけ工務店さんに変更してもらいました。実際ついてるのはもうちょっと短いので足りなかったのと、あとセットになってるコードって白なんですね。で、黒にしてもらいたくて変更したっていうのもあります。リビングダイニングは収納が全部造作で作ってもらってます。窓際の収納はほとんどキッチンのものが入ってますね。結構栃木は益子焼とかいうんでなんですけど、これペジテさんっていうところのオリジナルの器なんですけど、素敵な家に引っ越すと器を素敵なものを揃えたくなるっていうのがあって、このなんかワインの瓶たちはうちに遊びに来た人が持ってきてくれて美味しかったのとかを並べてますね。これを外から見てレストランですかとか言われたりします。窓が大きいっていうのが特徴のお部屋かなと思うので、大きなコンセプトってわけではないんですけれども、ちょっと窓際を好きなもので集めるっていうところと、お気に入りの眺めスポットを作るみたいなところがコンセプトになってます。ちなみに一番のおすすめ眺めスポットはどこなんですか？おすすめポイントはここですね。部屋の真ん中のダイニングチェアのところになります。もうここに座ると目の前が窓で空と木が見える位置なんですけど、ここに座ってコーヒーを入れるのが好きなので、ぼーっとコーヒー飲みながら、ちょっとここに iPad あるんで YouTube とかこうやって見ながらゆっくりした時間を過ごすことが多いですね。一応一つの部屋にはなるんですけど、なんとなくこの辺りはダイニングのスペースとして作っています。この M21-2 というダイニングテーブルが結構面積としては大きいんですけど、多分今までの YouTube でもいろんな方が使ってるのはご紹介あったかなと思うんですけど、私もやっぱりこの M21-2 はもうどうしても欲しいと思って買ったアイテムです。全体的にやっぱ白が好きなんですけど、小口がチェリーなのがめちゃくちゃ可愛いなと思って、それまでは小口だけちょっと仕様が違うっていうのもなかったんですけど、開発の方がこれをやりましょうって言った時に、もうまだ発売前からもう絶対に欲しいと思ってお金を貯めるように頑張りました。あとやっぱここに引っ越してくる時に広いところがいいっていうイメージはなんとなくあったんですけど、内装の色とか見た時に M21-2 のホワイト小口チェリー絶対合うし、それを真ん中に持ってこようって思って引っ越してきたので、実際入った時にやっぱりと思ってよかったなと思いました。